こんにちは、えー今日も動画を配信します。先日まで、金融商品取引で利益を得るための必要事項ということで、6つを挙げさせてもらったんですけども、1の金融商品とはというところで終わりました。ホワイトボードこちらです。この1番目の金融商品とはということで、金融商品の種類をいろいろお話しさせてもらいました。で、今日は、2番から6番の、2番から6番ですね、について話をしたいと思います。ちょっと非常に退屈だとは思うんですけれども、簡単にですね、必要な項目を挙げてますので、ちょっと我慢して聞いてください。ちょっと今日は BGM を入れます。聞こえてますか？いいリズムです。著作権大丈夫です。私が打ち込んだんで大丈夫です。ですね、まず2番目の項目、売買するにはなんですけれども、1番で金融商品の種類をいくつか挙げさせてもらいました。株式ですとか債券、あといろんなそれに類する商品ですね、派生した商品、それについてそれぞれ、話をさせてもらったんですけども、それぞれに市場があるので、その市場で売買をするということになります。株式に関してはもう皆さんご存知の、東京証券取引所ですとか大阪証券取引所、あと地方にもいくつかありまして、札幌にもあったりとか名古屋にもあったり福岡にもあったりします。それぞれの市場で取引をするということになります。で、3つ目、3つ目ですね、市場での値動きの状態、値動きの状態っていうのは、その時点で売買されてる動きですね。株でしたら株価、株の価格ということで株価って言われます。それを言います。で、その状態というと、乱暴に言うともう3つしかありません。値動きの種類には3つしかありません。値が上がる、値が下がる、横ばい、ほとんど変わらない、もうこの状態、大きく分けてこの3つの状態ですね。ただ値が上がる、値が下がるって言っても直線的にほぼ直線でこう上がっていくっていう動き方もありますけれども、大抵はジグザグしてるわけですね。上がったり下がったり上がったり下がったりっていうちっちゃな、値幅を刻んで、それがこう結果的に後で見れば上がっていったよね、後で見れば下がっていったよねっていうのが、値動きですね。ちっちゃな値動きとか、中期的な値動き、大きなスパンでの値動き、いろんな、スパンによって、見方も変わってきます。短期的には下げてるように見えるけど、半年とか1年後を見ると、結局上がってたよねだとか、結局下げ相場だったんだねっていうことが分かるということになります。そして投資家も、投資をする人もスパンを見て投資をします。スパンを見て投資をするというのは、自分はどのくらいの期間、この株を買った時にどのくらいの期間でどのような、金額で利益を出す、売却するのかっていう見通しというか目標を持って
商品の売買をするということが必要になってきます。デイトレーダーなんて言って、本当超短期で売買をする人たち、もう本当に利が乗ればもう本当数分数十秒数分、数十分1時間単位で売ったり買ったりするような、売買の仕方をする投資家の方もいらっしゃいますし、だいたい 2,3 日だとか1週間、2週間ぐらい、長くても1ヶ月ぐらいのスパンで、中期的なスパンで取引をするっていうトレーダーの方もいらっしゃいます。取引をされる方もいらっしゃいます。で、一番なんていうか一般的なのは、長期の視点で、この株は将来有望だから買っておこうっていうような、考えで購入するっていう方が、ほぼ一般的だと思います。そういった方は、いろんな企業の業績を見て半期ごとの決算だとか、1年年次の決算だとかを見て、もう本当2年3年5年10年、もう20年っていうような長期のスパンで株式を投資の対象だということで捉えて、購入される、であるいは売却されるっていうスタンスの投資家の方っていうのがあります。ちょっと話ずれちゃったんですけども、値動きの状態っていうのは、上がるか下がるか、横ばいか、乱暴に言うとこの3つしかないというふうに思っておいていいと思います。で、4つ目は値動きに与える要因。値動きに与える要因ですね。これは、いろいろあります。まず欲しい人が、いれば買われます。いやもう必要ないよと、売却するよっていう、売りたいっていう人がいれば株式やそういった金融商品は売られます。欲しい人がいて、買いたい人がいる、単純に買う必要がある、もう売る必要があるっていう状態というか、そういう人たちが、売ったり買ったりするっていう関係性を需給関係って言いますね。需要と供給ですよ。株が欲しい人がいて、もう株が必要ない人がいる、売る人がいる、買う人がいる、単純に売る人がいて買う人がいるっていう、どっちかが多ければ、どっちかに値が動くということです。買いたい人が多ければ、高い値段でもどうしても買いたいという人がいれば、多くいれば値が上がっていく。もういくらでもいいからもう売らないといけないっていうことであれば、そういう人が多いんであれば下がっていくということです。で、売る人も買う人も人数というか、そういう人たちの数が拮抗していれば、ほぼ値動きなしということです。これが需給関係ですね。で、2つ目に、企業の業績ですね。これは、普通の人は一般的にこれを考えて株式は売ったり買ったりするもんだろうと思ってらっしゃると思います。いろんなその会社の状態だとか、決算時への期待、来期への期待とかですね、いうことで、株価が変動します。良くなると思えば買いたい人が多くなるので株価が上がっていくと。いや先行き良くないだろうねと思う人がいて、たくさん売りたいと思う人がいれば下がると。企業業績をもとに判断して売られるということですね。で、3つ目、経済指標。経済指標というのはその一企業の、業績もあるんですけれども、これは主にその
業界だとか、国だとかっていう単位で、世界だとかっていう単位で、考えられることが多いです。例えば自動車業界がどういう状況なのか、そういう経済指標ですね。自動車業界の状態、例えばその電力会社だとかガス会社だとか、そういう、インフラを扱っているところ、そういったものの、業界的な要因状態っていうのは経済指標なんかで示されたりします。で、さらに大きな括りになると国としての、経済指標があったりしますね。それが動かされる、株価って言いますか、金額値動きの変化の要因になります。で、4つ目、政治も大きいです。政治要因は大きいです。その変数としては政治がやっぱ結構大きいですね。いろんな思惑がその政治に寄せられるので、政治は、声が大きい人を代弁するので、結果的に良くない方向に政策が決まったりだとか、あるいは期待を超えるような、正しい政策、正しいというのは経済が良くなるだとか、日本の状況が良くなるっていう方向に政策を、切ってくれる政治家、あるいはその政治全体について、企業業績、いわゆる金融商品の値段に与える影響は大きいです。これはよくわかると思いますね。で、次、5つ目、これは政治とイコールと言ってもいいんでしょうけど、政策ですね。先ほどお話ししました、政策です。はい。で、6つ目は地政学的な考察。地政学ですね。例えばその東アジアの情勢において、日本からすると、中国だとか北朝鮮だとか、最近は韓国とかですね、そういったところが日本の内政に、干渉するような、干渉してるんではないかというような言動があったりですとか、あるいは日本も対抗する意味でですね、何と言いますか、いろんな政策を打ち出すとエスカレートしていったりとかっていうようなやり取りっていうのはここ最近というか、昔からあったんですけれども、すごく意識され始めてると思います。いわゆる国同士、なんて言いますか、国同士のですね、なんというか、争いごとに発展するようなリスクがあると考えられることっていうのが非常にこういった金融商品の価格に影響を及ぼすということがございます。で、7つ目、業界の変化、動向ですね。これはさっきも出ましたけれども、例えば自動車業界、車の売れ行きだとか、そうですね、資源を輸入することに関して原油の価格が上がるとかですね、天然ガスの金額が上がるとかいうようなことを考慮しながら、金額を注視しないといけないと、与える影響っていうのはかなり大きいと
いうことがございます。8つ目、あと技術革新の、動向だ、技術革新に対する期待ですとか、それが実現した時、市場がどう変化するか、社会がどう変化するかっていうことはかなり大きいですね。でそれが実現してないまでにも期待で買われるというようなことがあるので、非常に大きく影響を与えます。特にベンチャー、スタートアップの会社なんかが市場で株式を公開した時にはですね、期待を込めて非常に上がると、値が上がるというようなこともございます。で結局大したことないじゃないかってなると暴落の度合いもすごいです。そういうふうな買われ方をした、株式に関してはかなり値動きが激しくなってきます。最後にですね、気象の動向、災害ですね、これも大きく、影響を与えます。その災害の何と言いますか、災害のひどさがそんなになければですね、株価といいますか金融商品に与える影響というのはあんまりないのかもしれないですけれども、でっかい台風が来たとか大きな地震があっただとか、そういったものっていうのは後々に社会に与える影響、経済に与える影響っていうのが、懸念されますので、そういった金融商品の金額に反映されやすいと、大きく反映されるということが多くあります。以上が値動きに関するところですね。値動きに影響を与えるような要因ですね。で、5つ目です。じゃあ実際に利益を得るためには、何が必要って言いますか、どういうふうにすれば利益を得られるのかっていうことですね。ではこれはもう単純に、皆さんが普通に思ってらっしゃる通り、買った値段より高く売るか、売った値段より安く買い戻すか、買った商品から、配当や利子でいろんなプレミアムですね、インセンティブだとかそういったものが得られるか、それが利益を得る方法ですね。2つ目に言いました、売った値段より安く買い戻すっていうのは、これ以前の動画でお話ししましたけれども、金融商品っていうのは売りから入るっていうことができるっていう話をしました。それのことです。1000円でまず株なら株を借りてき1000円の株を借りてきて、まず市場で売却します。売却して手元に現金が入ります。1000円。そしてその株式が、下がるだろうって思って売るんですけれども、思惑通り500円になっちゃった。500円になった株価が。そしてじゃあもう500円でいいだろうと、ここで手仕舞いしようと考えて500円で市場に株式を買いに行きます。500円をつけてる株式を買い戻しに行きます。同じ株式を、同じっていうのは同じ銘柄の株式を買い戻しに行きます。で500円で、株式を買い戻して、で借りた手元に株が残ります。株券が残ります。でその株券を借りた人に返せばいいんです。とすると、1000円の現金があって500円で買い戻したので、500円は買い戻した株に払いましたよね。だから手元に500円の現金が残るわけです。その500円は利益になるわけです。空売りって言います。これを持ってないものを売るので空売り。空っていうのは空ですね。空と書きます。空売り。そうやって利益を得ると。大きくこの3つですかね。利益を得るための方法っていうのは。でそして6つ目、取引で損失やリスクを、
できるだけ下げる方法、リスクを下げる方法ですね。これはですね、改めて詳しくお話をしようと思います。ちょっと触りだけ簡単にお話ししておきます。ですね、リスクを下げる方法というか、これはですね、主に超短期から中期ぐらいの取引に必要な、リスク回避の方法なんですけども、一例をお話しします。まず市場で1000円をつけてる株があるとします。その株式を買います。1000円で株式を買いました。で、その株式はこんな値動きをしています。1000円がここだとします。市場でこんな値動きしてます。で、1000円で買った株を例えば998円のラインがここだとすると、998円まで下がった時点で売却するという売り予約をしておきます。これを売り指値って言います。こんな丁寧に教えてくれる人ってあんまりいないと思うんですけど、1000円で株を買うとします。で、これを、998円っていうのはちょっと難しいかな。950円にしておきましょうか。950円になったらもう自動的に売却をすると、売却の予約をしておきます。これを指値って言います。950円で指値をしといて売却をする、それを売り指値って言います。そうすると、相場を見てなくても950円をつけた時点で自動的に売却されます。ですから昼間働いてるサラリーマンの人だとかパートに出てる方、そういった方でも、市場見てなくても大丈夫なわけです。損失は50円で済むということになります。これは理屈は分かりますかね。そして950円ですから、1000円で買ったものを950円ということですから、5%、1000円から 5% 下がったら、売却すると。だから 5% で損失を抑えると。5% で損失を抑えます。5% で損失を抑える。そして、それをなんて言いますか、またそこで損切りと言います。
売り差し値で、損をして売るっていうのを損切りっていうんですけども、まだ950円残ってれば、いろいろ買える株ってあったりするので、また次の上がりそうだなと思ったもので勝負ができるわけです。ですからそれを繰り返していくわけですね。で、そんな自分の思惑っていうのは百発百中なわけないので、本当10回やって、1回2回、もう本当3割買った株が上がるかっていう人もあんまりいないんじゃないかなと思うんですけども、なんていうんですかね、損を少なくして、でやっぱり上がっていく株っていうのもあるわけです。1000円で買ってこれが1100円になり1200円になる株もあるわけですよ。取引を何回も繰り返していくと。でいわゆる損失を少なくして、で値上がりする株があった時にですね、利益を大きく取るというような取引を繰り返していけば、最終的には増えていくでしょうというような考え方で取引をするということが考えられます。で、実際にそういった取引をされている方っていうのはたくさんいらっしゃいます。取引の方法の一つですね。で、極力損失を抑えるということです。全く損しないということはまず無理ですね。ですから負けるのは本当何回も負けるんですよ。そんな勝つことの方が稀です。本当上手い人は、いくら上手い人だって必ず思惑を外します。ですから思惑を外した時に大きく損失を出さないような仕組みを利用して仕掛けを作っておかないといけないですよっていう話です。誰でも間違えます。負けます。ですから必ず損失を抑える、予約をしておく、売り差し値をしておく、これが基本中の基本です。自分の資金を守る、これが基本です。取引については取引ができるお金が残っていれば次も何回も挑戦できるわけです。チャレンジできるわけです。これが本当に1000円で買ったものが200円になったりとか300円になったりとか100円になったりとかってしたらもう立ち上がれないでしょ。それでも買える銘柄はあるんですけれども、そこからまた増やしていくっていうのは頭おかしくなりそうになっちゃいますから、損失をできるだけ抑える、そういうなんて言いますか、手当てをして相場に臨むというのが基本姿勢だというふうに思います。これが第一です。これ以外にも考え方っていうのはあって、いろんな投資の仕方があるので、それをまた改めて紹介していきたいなと思いますので、今日はここまでにします。もうちょっと毎回長くなってて申し訳ないんですけれども、もうちょっとパッパと話ができるようにしていきたいと思いますので、皆さんどうもこれからよろしくお願いします。それではさようなら。